今回はクリスマスシリーズ第4弾をお送りします。お部屋の電気を消してリラックスしてお聞きください。それでは読みます。幸せのサンタクロース。小学生の頃、俺はごく普通の家庭で生活していた。父が働き、母は常に家にいて、学校から帰れば母の作ったクッキーの甘い香りが俺を出迎えてくれた。友達と喧嘩して泣いて帰っても、母は優しく俺の涙を拭いてくれたし、勉強だってずっとそばで見ていてくれた。休日には家族で出かけてたくさんの思い出を作ってくれた。それが当たり前だと思っていたんだ。それが崩れたのは小学校6年になった時だった。父が友達の借金の保証人になり、その友達が行方をくらました。おかげで保証人だった父は自分の借金でもないのにその金を払うことになった。その金額は到底サラリーマンだった父に返せるような金額ではなかった。おかげで両親は共働きをするようになり、今までの生活が180度変わってしまった。広くて走り回れる家も手放し、ボロボロなアパートに引っ越した。朝起きれば両親は仕事に出かけていて、狭いアパートの中でテレビを相手に食事をした。今までならサラダに卵、母の手作りパンという朝食が、スーパーで値引きされた食パンがテーブルにあるだけとなった。飲み物といったら水だけだ。学校から帰っても母はいない。夕飯くらいは家族で食べることができるのかと言ったら、そんなこともなく、両親が帰宅するのは深夜0時を回ってからだった。両親に休みはなく、世間が休日で家族で出かけているのに、俺だけはアパートの中でゲームすら与えられず、面白くもないテレビ番組を見ていた。こうして小学6年生という1年が過ぎ、中学に進学した頃には俺の心は冷たく冷え出していた。どんなに両親が忙しくしていても俺には関係なかった。こうなったのはすべて父親が保証人になったことが原因で、俺には何の責任もない。それどころか俺は被害者だと思っていた。両親と顔を合わせることなど全くなく、中学時代は自由気ままに過ぎていった。学校が面白くなければ休み、宿題なんてやる気も起きなかった。家にある貯金箱から金を盗み、お菓子を買っては腹を満たした。その金がどんな金なのかなんて考えようともしなかった。それでも周りが進学を考え始めた頃、俺も高校進学を考え出していた。まともに勉強してこなかった俺に行ける高校なんてたかが知れている。それでも働くくらいなら学生でいたかった。学生でいる方がずっと楽だと思っていた。両親に進学の意思を伝えると困ったような顔をしていたが、そんなのは俺には関係ない。俺がこれほど貧乏をしているのも、まるで一人暮らしのような生活をしているのも、どんなに寂しくて泣きたいのを我慢しているのも、すべて
両親が原因なのだから。俺には全く責任なんてない。俺は被害者だ。両親はバイトしてくれるならと俺の進学を認めてくれた。もちろんバイトなんてする気は毛頭ない。働きたくないから高校に進学するのに、どうしてバイトなんてしないとならないんだ。俺はそう思っていた。そして俺は底辺の高校に進学している。底辺の私立高校だ。どのくらいの学費がかかるかなんて考えたこともない。小学生だったあの時、父親が保証人にならなければ、俺はいまだに幸せだったはずだ。このくらいの学費をかけても文句が言えるはずはないんだ。俺を不幸にしたのは親なんだから。高校に進学し、バイトもせずにいた俺は堕落した状態の日々を過ごしていた。学校が休みの日には好きなだけ寝たし、友達の家に行ってゲームして遊んだ。こんな俺に彼女なんてものができるはずもなく、もしかしたら俺は一生このままの人生なのではないかとさえ思うようになっていた。ただそんな俺のことを気にしているのか、クラスメートの女子が頻繁に連絡をしてくれていたのが不思議だった。言いたいことをズバッと言う彼女の名前はあかり。あかりは名前の通りいつも明るくて元気のいい女の子だ。心のどこかであかりと付き合えたらと思わないでもなかったが、こんな貧乏な自分が付き合えるはずはないと諦めていた。高校に進学し1年が過ぎた頃だ。相変わらずあかりとは友達以上彼女未満の関係を維持していたし、それがゆえに LINE のやり取りは気さくに話していた。最近では LINE 電話で長話をすることもある。俺としてはこれだけでも幸せと思っていた。そんなある日、日頃は仕事だからと連絡などない父親から電話がかかってきた。その電話はいつもの冷静な父親とは思えないほど慌てた様子だった。俺は何を慌てているのだろうと苦笑が出たが、ひとまず父親の言葉を聞くことにした。ところが聞いた内容は確かに慌てるような話だった。というのが、母親が一つ目の仕事を終えて次の仕事に移動中、事故に遭い病院に担ぎ込まれたというのだ。そして緊急手術。病院の名前を告げると父親はすぐに電話を切った。俺は病院の名前が書かれたメモをじっと見つめていた。本来ならばすぐに駆けつけて母親の状態を確認するところだろう。だが俺は何をためらっていたのか、メモ用紙を震える手で握りしめるだけで病院へ行こうとはしなかった。それどころか頭の中ではどうせ大したことはないと繰り返しながら、どうして被害者の俺が行かないとならないんだと叫んでいた。俺はメモ用紙をテーブルの上に投げるように置くと、ゴロンと横になり、流れるテレビの画面に目を向けた。しかし母親の状態は大したことがないどころか、片足を失うという大きなものだった。今まで共働きで何とか生活してきたものが一挙に崩れ去り、父親一人で生活費と学費、借金の返済、さらには入院費を稼ぐこととなった。
俺はどうすることもできない現実に、なんで俺ばかりがこんなつらい思いをしないとならないのかと恨む気持ちが湧いてきて、現実から逃げることばかりを考えていた。学校に行ってもほとんど口を開くこともなく、暗く沈んだ感情をどうすることもできずにいた。そのためどんどん友達は遠くなり、俺を取り巻いていた笑いは俺を冷たく見る視線へと変わっていった。そんな中、変わらずに声をかけてくるのはあかりだけだった。最近暗いけど何かあった？ある時、帰宅途中にあかりにつかまり、そう聞かれた。俺は面白くなさそうにあかりに視線を向けた。家に帰っても誰もいない。それどころか家にいれば不安が押し寄せ、潰されそうになる。俺は空っぽの財布をカバンに入れたまま繁華街へと足を向けていた。ねえ、そっちは繁華街だよ。そうだな。なんでそっちに行くの？いいだろ別に。繁華街にはいろいろな店が軒を並べている。カラオケ店やパチンコ屋、ゲームセンターにレストラン。どれもこれも俺には無縁の場所だ。ねえ、何があったのよ。話してよ。あかりに腕をつかまれた俺はその場に立ち止まった。え、なんで泣いてるのよ。泣いてると言われて初めて涙が流れていることに気がついた。泣いてなんかいない。じゃあ目から流れているそれは何なのよ。泣こうと思って泣いているわけじゃない。こんなことは初めてだった。何かあったんでしょ？話してよ。私にできることがあるなら手伝うから。友達じゃない。あかりは黙っている俺に次々に言葉を投げてきた。うるさいと思い、それを口にしようと思っても出てきた言葉は、母さんが事故に遭ったというものだった。え、事故ってどんな？どうして話したのかわからない。気がつけば路地にしゃがみ込み、俺は今までのすべてをあかりに話していた。小学生の頃に起こった出来事、中学生の頃の俺、両親不在の部屋、その寂しさと貧乏の苦しみ。こんなことを話したところであかりにわかるはずはないと思いながらも、俺は言葉を止めることができなかった。誰かに知ってほしかったのかもしれない。誰かに理解してほしかったのかもしれない。俺は親の被害者なのだと、俺の考えを肯定してほしかったのかもしれない。そして大変だねと同調してほしかったのかも。そんなこと無理だと分かっていたはずなのに。なるほどね。それでつらかったのか。話のすべてを聞き終わると、あかりはそう言った。そして俺の肩に手を置いて優しくいたわってくれると思った。だがあかりの口から出たのは全く違う言葉だった。で、そんなに大変な状況なのに、あんたはバイトもせずにお父さんだけに働かせてるの？だって俺は被害者だし、俺はちっとも悪くないじゃないか。お父さんだって悪くないわよ。悪いのは借金をお父さんに押し付けて逃げたその友達じゃない。そうだけど、貧乏になったって言うけど、それって生まれた時が幸せだったからそう思うだけでしょ。生まれた時から貧乏だった人はどうなるのよ。確かに
生まれた時から貧乏な人もいるだろう。でも俺はそうじゃなかったんだ。今は大変な時ってだけでしょ。それも高校生なんだから、バイトできるのにバイトもせずにブラブラしてる自分に問題があるって思わないの？俺に？そうだよ。このままお父さん一人に全てを任せてたら、しまいにはお父さんが倒れるよ。そうしたらあんたはどうするのよ。え？考えたこともありませんでしたって顔だね。でもさ、親だって人間なんだからさ、無理すれば倒れるし、病気にもなるじゃない。働ける年齢になったんだから、バイトして親を助けてあげればいいじゃない。それでお母さんのお見舞いにも行くべきだよ。なんでだよ。俺は全く悪くないのに、なんで見舞いに行かないとならないんだよ。本気で言ってるの？俺はずっと一人だったんだ。誕生日だってクリスマスだって、どんな休日だって一人で寂しさに耐えてきたんだ。こんな生活になったのは全部親のせいじゃないか。それなのに見舞いに行くなんて、そんな必要ないだろう。俺がそうまくし立てると、あかりは呆れたような表情を浮かべ、あ、そう。だったら好きにすればいいよ。後で後悔しないといいね。と言ったきり、俺から離れていってしまった。それから連絡が来ることはなくなった。俺は鳴らなくなった携帯を握りしめ、来る日も来る日も考え、悩み続けた。そしてあかりに言われた言葉を繰り返していた。もうすべてに嫌気がさしていた俺はいつものように繁華街をぶらついていた。そこでアルバイト募集の張り紙を見つけたのだ。ずっと心に引っかかっていたあかりの言葉がよみがえった。バイト。俺は何かに引っ張られるようにして店内へと入っていった。あれから3ヶ月、働くなんて冗談じゃないと思っていた俺が毎日学校の帰りにバイトをしている。初めてもらったバイト代は大した金額ではなかった。それでも自分で働いた金だと思うと、その重みは大きく俺の手にずしりと感じた。店長に怒鳴られ、先輩に不満そうな顔をされ、客に嫌味を言われることもある。それでもそんなことがあるたびに、俺の親はこんな思いをしながら働いていたのかと深く感じるものがあった。こんな大変な思いをしながら俺の学費を稼ぎ、俺を育ててくれたのかと思うと涙が流れた。俺は初めてのバイト代で父親に缶ビールを1本買うと、テーブルの上にメモと一緒に置いた。そのメモには、ビールやるよ、バイト代借金に当ててくれとだけ書いた。なんともぶっきらぼうなメモだが、今までまともに会話をしてこなかった父への精一杯の言葉だった。これを皮切りに、俺はバイト代が出るたびにわずかな小遣いを財布に入れると、残りの全額と缶ビールを1本テーブルに置くようになった。父親からはすまないという4文字のメモが返ってくるだけだった。相変わらずあかりとは連絡が取れずにいる。喧嘩別れのような後味の悪さを残したまま、学校で顔を合わせても視線さえ合わさない。そんな状態が続いていた。もう修復不可能なのかと諦めきれない諦めが心に広がっていた。できることなら俺もバイトを始めたんだ
と言いたかったし、遅ればせながら親を助けてることも言いたかった。だがどこか気恥ずかしくて、そんなことを今さら言ったところであかりとの仲が以前のようになるとも思えず、言葉をかけられずにいた。そうして秋が過ぎ、冬が来た。バイトにもすっかり慣れ、仲間もできた。働くことがこんなに楽しいとは思ってもいなかったし、そう思えることが幸せだった。もうすぐクリスマスか。店のカレンダーを見ながらつぶやいた俺に、バイト仲間が声をかけてきた。クリスマスはどうするんだ？そうだな。シフトも入ってないしな。じゃあ、空いてるのか？ああ、空いてる。丸空きだな。家に帰っても誰もいないし、見事なクリぼっちだよ。そう言って俺は笑った。すると、バイト仲間は目をきらめかせながら言った。じゃあさ、俺とシフト変わってくんね？え、いいけど、なんで？彼女とデートなんだよ。初めてのデートだから忘れられない記念日にしたくてさ、わざわざクリスマスにしたんだ。それまでしっかりバイト代稼ごうと思ってさ。そういうことか。いいよ。うまくいくように祈っててやるよ。俺は笑いながらそう言うと、バイト仲間の背中を軽く叩いた。クリスマスデートとはロマンチックなことだが、彼女もいない俺にとっては、それがクリスマスだろうが平日だろうが関係ない。俺はシフトを変わったことを店長に報告すると、シフト表に書き込んだ。そして当日、クリスマスと無縁の俺はサンタ服に身を包み、接客に精を出していた。店内にはジングルベルが響き、カウンターには小さなクリスマスツリーが飾られている。来る客は注文してあったケーキを取りに来たり、今からパーティーだからと酒類やつまみを買って帰ったりする。小さかった頃は父親がケーキを買って帰ってくるのが嬉しくて、父親の帰りを母親と一緒に待ったものだった。家の中には大きなクリスマスツリーが飾られ、本当にサンタクロースがプレゼントを持ってきてくれると信じていた。あの幸せが永遠に続くと疑ってなどいなかったのだ。しかし、あれも幸せなら、仕事しか時間を潰せない今だって、それなりに充実している。これもまた幸せなんじゃないかとさえ思えてくる。ただ寂しいのは、両親に愛されているという実感がないことだ。いつも一人で何度一人ぼっちのクリスマスを過ごしてきたことか。テレビに映るクリスマスツリーを眺め、テレビに映るケーキを見る。そうしながら俺という人間が作られたのだ。歪んで当たり前だな。俺は自重気味に笑った。しかし、その歪みもあかりの言葉がなければずっと歪んだままだったのだ。あの時は痛かったよな。多くの客を見送りながら俺は過去を振り返っていた。その時、俺のポケットで携帯が鳴った。見ればあかりからだった。久しぶりのあかりからの着信に俺は心を躍らせ、一緒にカウンターに入っている店長に「ちょっとすいません」と言うと、バックヤードに駆け込んだ。駆け込みながら受話ボタンをタップし、携帯を耳に押し当てると、緊迫したあかりの声が耳に飛び込んできた。たかしくん、お母さんが大変なの。すぐ病院に来て。そう言うと電話は切れた。俺の脳裏によみがえったのは、
母親が事故に遭った時の父親の電話だった。なんであかりから連絡が来たのかなんて全く考える余地はなく、ただ母親が死ぬんじゃないかという恐怖だけが俺を支配した。俺は店長に母親に何かあったらしいから病院に行かせてくださいと叫ぶと、店長がうなずいたのを確認もせず、サンタ服もそのままに店を飛び出していた。店を出ると外は雪になっていた。ホワイトクリスマス。両親が揃っていたらどんなに嬉しいクリスマスだろう。真っ白な雪の日のクリスマスなんてそれこそ思い出に残るはずだ。しかし今の俺は母親が死んでしまうのではないかと、そればかりが頭の中に渦巻いて満足に呼吸もできない状態だった。俺は雪の中をひたすらに走った。周りの行き交う人たちは走るサンタに驚いていたし、小さな子供たちはサンタが走ってるよ、トナカイさんは逃げちゃったのかなと話していた。確かに滑稽だろう。真っ赤なサンタ服の高校生が雪の中を全力疾走しているのだから。けれどそれどころじゃないんだ。もしも母親が死んだら、俺は一度も病院へも行かずに、母親に何も親孝行してやれずに別れることになるのだ。そんなことは絶対に嫌だ。そんなことになったら俺は自分を許せないだろう。神様、どうか母さんを助けてください。雪が強く降りしきる中、俺はやっとの思いで病院へとたどり着くと、雪を払うこともせず病院内へと入った。ちょうど空いていたエレベーターに走り込むと3階のボタンを押した。テーブルに置いてあったままのメモには303と書かれている。俺は記憶を頼りに303号室へと急いだ。入り口に入院患者の名前プレートが掲げられ、その中には確かに母親の名前があった。俺は扉を開けると一番奥のベッドへと進んだ。暴れる心臓を鎮めることもできず、カーテンをそっと開ける。もしも母親が虫の息だったら。しかし俺の想像は全く違ったようで、母親はベッドに座り込みながら笑顔で話をしているのだった。そしてその横にはなぜかあかりの姿があった。あ、ほーら、やっぱり来たでしょ。俺を見つけたあかりが母親に向かってそう言った。どうして私がいるかって？あかりがそう言うと、母親は嬉しそうに、あかりちゃん、あんたの代わりに毎日お見舞いに来てくれてたのよ。お父さんも仕事で見舞いに来れないだろうからってね。そう、私なら同じ女だし、手伝ってほしいことも頼みやすいでしょ。それにたかしくんバイトで忙しそうだったしね。え、俺がバイトしてること知ってたの？同じ学校にいて知らない方がおかしいよ。それにあの店、私もよく使ってたんだ。たかしくんがバイトするようになってからは行かないようにしてたけどね。どうして？恥ずかしいだろうと思ってさ。私だったら嫌だもん。そう言っていたずらそうに笑った。あんたがバイトするなんてね。お父さんからも連絡をもらってたのよ。バイト代を借金返済に回してくれって毎回メモがついてるって。それに缶ビールが1本。お父さん本当に嬉しそうだったわよ。そっか。
俺が仕事してること知りながら、あの電話？クリスマスくらい親の顔見に来いって。でも、たかしくん、ああでもしないと来なさそうだったから。そういうことか。今年も一人っきりのクリスマスだと思ってたけど、俺には一緒に祝える人がいたんだ。今まで誰もいないクリスマスが当たり前だっただけに、そんなことは考えたこともなかった。たかし、はい、これ。そう言って母親が渡してくれたのは手編みのマフラーだった。何これ？プレゼントって言ってもね、買えないから、お母さんが編んだの。バイトに行くのに寒いんじゃないかと思って。そうだ。小さい頃、母親はいつでも何かを作っていた。毛糸の帽子や手袋、ぬいぐるみも母親の手作りだった。あの頃は嬉しくて、次は何を作ってもらおうかとワクワクしたものだ。サンタクロースがプレゼントをもらうなんて逆だよね。あかりが笑ってそう言った。確かにその通りだ。次に見舞いに来る時には母さんが好きそうな花を買ってこよう。お母さんね、今義足の練習してるのよ。リハビリって言うんだっけ？結構大変だけど、歩けるようになったら仕事に復帰してまた頑張るからね。足を失った母親は義足をつけ、それでもなお働こうとしている。そうしなければ生きていけないのは分かっているが、俺はマフラーに顔をうずめた。それはとても温かく、幼い頃の安らぎを思い起こさせた。俺は小さな声でこう言った。母さん、ごめん。外は真っ白な雪景色。忘れられないクリスマスになった。いかがでしたでしょうか。一人で迎えていたクリスマス。そこに愛があったことを知った記念すべきホワイトクリスマス。皆さんも心に残るクリスマスをお送りください。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それではまた別のお話でお会いしましょう。